本日はトライアンフスピードマスターの車両についてご説明したいと思います。私がスピードマスターに出会ったのは約2年前、とあるディーラーで試乗して惚れ込んでしまいました。25年ぶりのバイクでしたが、一生ものの買い物と決心して購入しました。トライアンフのモダンクラシックシリーズの中でも、クルーザータイプのこの車両は非常に足つきがよく乗りやすいです。そして、クラシカルな美しさを求めたトライアンフらしい、造形美が本当に素晴らしいバイクです。私がこのバイクに出会ってから約2年経ちますが、人生が変わったと言えるほどスピードマスターにのめり込んでいます。スピードマスターの魅力を伝えられるよう、このバイクの特色を動画でお伝えしたいと思います。車両の各所のスペックなどを見ていくとともに、シートアレンジを変更した、ソロスタイルとタンデムスタイルの2種類のカスタムについてもご紹介します。まずはフロント周りです。カウルのないネイキッドスタイル。太めのフォークとタイヤで重厚感があります。フォークブーツがクラシカルな雰囲気を醸し出しています。トーカルイはすべて LED 化されています。ヘッドライトはコンパクトでスタイリッシュ。フロントブレーキは安心のブレンボ製です。タイヤはエイボンのコブラ。タイヤまで英国製ということで、トライアンフさんここまでこだわるかって感じですね。こだわり半端ないです。ブレーキはダブルです。もちろん両方ともブレンボです。ヘッドライトを点灯するとこんな感じ。LED のデザインもおしゃれですね。ハンドル周りです。グリップは純正では樽型グリップだったのですが、自分で汎用のヒーターグリップに交換しています。純正だと配線がハンドルパイプ内部に埋め込まれたり、ヒーターのオンオフ表示がメーターディスプレイと連動したりするようです。左側にはインフォメーション、ウインカー、ホーン、クルーズコントロールのボタンがあります。クルーズコントロール機能は本当にありがたいですね。今や長距離ツーリングには必須だと感じます。右側にはキルスイッチ、セルスイッチ、モード切り替え、ハザードのボタンがあります。スロットルは電子制御になっています。スロットルバイワイヤーというやつですね。走行モードはロードとレインの2つです。レインだと走り出しの加速がマイルドになります。メーターはシングルです。アナログ式のスピードメーターがかっこいいです。回転数はディスプレイにデジタル数値で表示できます。ディスプレイは、時計、回転数、歩道、トリップ、燃費、残り走行可能距離をボタンで切り替えて表示できます。もちろんガソリン残量やギアポジションなども表示されます。ガソリンタンクのキャップはこんな感じ。クラシックですね。タンクの色はソリッドブラックです。ソリッド色は小傷が目立ちますね。ガラスコーティングしたいと思っています。ガソリンタンクの容量は12リッター。容量が少ないのが私にとって唯一の不満点です。オクタン価は91以上を指定されていますので、廃屋を入れています。デカデカとしたエンブレム。このエンブレムの形がかなり気に入っています。ここを磨くのが至福の時間です。エンジンは水冷式。ラジエーターは縦にすっきりと収まっています。水冷なので空冷に比べて夏場も安心。2シーズン過ごしましたが、夏場のツーリングでも問題なく安定した走行ができました。エンジンの空冷フィンのような造形も美しいですね。至るところにトライアンフのロゴ。何度も言ってくどいですが、本当にパーツ一点一点が綺麗です。エンジンは 1200cc 並列2気筒。ピストンのクランク角は270度で、このエンジンの鼓動感がたまらなく気持ちが良いです。マフラーは左右の両出し、2本出しです。シートはふかふかです。長距離乗っていてもお尻が痛くなりません。パッセンジャーシートは少し固めですが、座面も広く安心してタンデムできます。私はオプションでサイドバック用のステーをつけています。リアはこんな感じ。トーカ類はこちらも LED。ナンバープレート周りは少しカスタムしてます。フックがかけられるプレートと反射板を変えています。チェーン駆動です。スパークプラグは簡単にメンテナンスできます。自分でメンテナンスしたい人にとっては、こういった部品へのアクセスのしやすさは結構重要だと思います。キーシリンダーは右サイドについています。アメリカンな雰囲気でちょっと面白い。シート下はこんな感じ。収納はありません。カスタムでデイトナさんの D ユニットを取り付けましたが、ほんと取り付け場所には苦労しました。手前のレザーケースは ETC のユニットを入れるためのもので、後付けしてます。サイドバッグも付けてみました。レグナーのレザーバッグは、スピードマスターの雰囲気にぴったりです。超お気に入りです。それでは、ライディングポジションを見ていきましょう。私の身長は163センチ。体重は58キロ。小柄な中年のおじさんです。フット位置は前方。フォワードコントロールになっています。ハンドルバーは少しワイドで手前に曲がった形になっています。フォアコンでゆったりと走るスタイルが非常に快適です。こうして見てみると、
小柄な私が乗ってちょうど良いサイズ感にも見えますね。大柄な人が乗るとバイクが少し小さく見えるかもしれません。1200cc のバイクにしてはコンパクトに作られている感じがします。重量は250キロくらいあるので軽くはないですが。それでは、ノーマルの状態からシングルシートのソロスタイルにカスタムしていきましょう。パッセンジャーシートを取り外し、純正カスタムパーツのマットガードフィニッシャーを取り付けます。取り付け作業を10倍速で見てみましょう。見た目がかなりスッキリしますね。さらにレールリムーバルフィニッシャーを取り付ければ、レールもなくなってよりシンプルで精悍なスタイルにすることができます。しかし、私はサイドバッグを取り付けたいので、レールはそのまま残しています。次にタンデムスタイルに変更していきましょう。ノーマルでも2人乗りは可能ですが、バックレストを取り付けることでより安心感のあるタンデム走行が可能になります。同乗者もかなり楽になると思います。キャンプツーリングなど荷物が多い時には、このスタイルにすることで積載しやすくなります。ではこちらも10倍速で。ウィンドスクリーンもつけてみます。こちらは純正ではなく、ジビの汎用パーツです。大きさもちょうどよく、取り付け取り外しも非常に単純です。高速走行ではウィンドスクリーンがあると、体への負担が軽減します。冬場とロングツーリングの際は、必ず取り付けています。バッグも取り付けて、完成です。私のスピードマスターは2022年のモデルなので、現行モデルは少し仕様が変わっているかもしれません。先日ディーラーに立ち寄ってみたところ、現行はタイヤがエイボンからメッツラーに変わってましたね。私は個人的にメッツラーのタイヤが好きですけどね。詳細や正確な情報はぜひホームページやディーラーにてご確認ください。私の知っている範囲であれば、お答えできますので、コメントもお気軽にどうぞ。では、良きバイクライフを。